Ladies and gentlemen, welcome aboard Air Airways Flight 88. Departing Narita, we get over Tokyo Speeding Center. 皆様本日は愛飛航空88便にご搭乗いただき誠にありがとうございます。当機はこれより成田空港を離陸し、過去の記憶と今のぬくもり、そして未来の可能性が重なり合う東京の空を巡ります。この旅は下町の風情漂う日暮里から始まります。昭和の香りを残す喫茶店、語り継がれる祈りの場所、そして静寂の中に情熱が踊るフラメンコの響き。やがて視界に現れますのは別れや出会い、過去と未来が交差する赤レンガの歩道、東京駅。続いて新宿へ。400年以上の歴史を誇る都心のオアシス。季節折々の風景が楽しめる憩いの場所で心と体を緩めます。そしてミシュランの点心が味覚の味を彩ります。皆様の内なる宇宙を刺激してくれる四谷では心の銀河も目覚めることでしょう。さらに翼は原宿表参道の空へ。オーガニック野菜を使った日本シェフの発想が光るイタリアンジェラートとの運命的な出会いが待っています。旅のクライマックス渋谷。中堅八甲と世界が交差するあの交差点を抜け、未来と希望を描くアートが風に揺れる公園へご案内いたします。そして最後の機内食は唯一無二のレストランで、種からこだわった在来種のオーガニック野菜が並ぶビュッフェをお楽しみくださいませ。空から巡るもう一つの東京へ離陸いたします。シートベルトをしっかりお締めくださいませ。Tokyo is not just a city, it's a journey through time, memory, and possibility.
ただいま日暮里エリアの上空を飛行しております。どこか懐かしくて、でも初めて出会う風景が見えてまいりました。日暮里駅から東京芸術大学へと続くこの道は、昭和の名残と人々の生活、芸術の味わいを歩くような不思議な心地よさです。時間がほんの少し巻き戻ったような気がしてきます。新しい店も古い建物に溶け込むように寄り添って、まるでこの街の静かなリズムを壊さぬよう息をしているかのようです。一つ一つの窓に物語があって、すれ違う人にもどこか温かい時間が流れています。気づけば足元まで静かになっている自分を発見します。皆様、窓の外をご覧くださいませ。眼下に見えますのは、時の風をまとったような古き良き時間を感じさせるレトロカフェ。喫茶店100名店にも選ばれている茅場コーヒーでございます。大正5年に建てられ、昭和13年に喫茶店として離陸いたしました。時代の波に抗いながら2006年に一度閉店したものの、2009年には常連や芸大生、地元の人々や NPO の力で見事復活を遂げています。ただいま茅場コーヒー上空は小さな奇跡の気流に包まれております。予約なしで一席だけ空いておりました。現在では作り手がいないと言われている貴重なすりガラスの扉を開けて中へ飛行してまいりましょう。木のぬくもり、コーヒーの香り、そして人の記憶が静かに交差する場所です。店内には1階のテーブル席に加え、2階には畳の座敷席もあります。光差し込む畳の上で建築、料理、歴史と人の三拍子揃った名店に身を委ねましょう。静かに扉を後にして再びこの街の時間の中を飛行しましょう。ふと気づけば足音すら控えめになるような、そんな空気。優しくそよぐ風に導かれながら緑の道をゆっくりと進んでいきます。ご覧いただけますのは谷中霊園。この広大な霊園のほとんどの土地、かつては天王寺の境内だったのをご存知でしょうか。明治維新の折、政府によって召し上げられたこの地は、かつて3万5,000坪余りという広さを誇っていた天王寺の敷地。視界の先には緑の木々が穏やかなアーチを描いております。まるで過去と現在を結ぶトンネルのように、歴史をたたえる名だたる墓碑を巡りながら、心の中でそっと手を合わせたくなる、そんな風景です。ご注目くださいませ。谷中天王寺の大仏様です。元禄3年鋳造、上禄仏と呼ばれる実際のお釈迦様の身長に倣った立像です。ここはかつて富くじでも知られた祈りの聖地。秋には燃えるよう
うな紅葉で知られたもみじ坂を一足ごとに季節の余韻を感じながらトントンと階段を降りていきます。やがて視界に現れるのは緑のとんがり屋根。それが日暮里駅南口です。次の目的地がそっと顔を覗かせています。1971年創業、西日暮里駅すぐそば。ここは大人のためのスペイン隠れ家レストラン、アルハボブラ。かつてほんの少しだけフラメンコに触れたご縁で、今回こちらに着陸させていただきました。私にとっても友人たちを訪ね、一人で巡った思い出深い国ではあります。彼らが教えてくれたのは、喜びも怒りも悲しみも心のままに表現しながら人生を味わい尽くすように生きる姿でした。そんなスペインの空気がここにはそのまま息づいています。香ばしいパエリア、熱々なアヒージョから立ち上るニンニクの香り、五感を刺激する料理の数々が音楽とともにテーブルを彩ります。情熱のリズムが響く店内では、まさに今踊り手たちが魂のステップを踏み始めます。胸の奥に火が灯るように。東京にいながらスペインへ飛べる、そんな夜がここにはあります。どうぞ皆様も心のパスポートをご用意くださいませ。赤レンガの駅舎、東京駅へ飛行してまいりました。明治の面影を残しながら幾度もの時を超えて、今もなお多くの旅人を送り出す東京の玄関口。そのすぐ向かい、新丸ビルの上階に上がれば、丸の内の光が織りなす圧巻のパノラマが広がります。あ、でも見て見て、上がってるよ。上がってる上がってる。上がってるよ。奇跡が起きてる、奇跡が。東京駅を見下ろす新丸ビル。洗練された空間の中には、センスと遊び心が光る素敵なお店がたくさん並んでいます。
その中でご案内いたしますのはリゴレットワイン&バー。店内へ一歩足を踏み入れると、両側に天井まで届くワインセラーがそびえ、約2000本のボトルが並ぶ圧巻の光景が出迎えてくれます。香ばしい釜焼きピザ、手打ちパスタなど、ワインと相性抜群の料理も充実しております。真下には美しくライトアップされた東京駅、まるで物語の舞台のような夜景が静かに語りかけてくれます。ここはかつての別れや出会いのドラマが積み重なった場所。けれど今宵は静かに見下ろすことで自分の物語をそっと見つめ直す時間かもしれません。人生旅も動き出します。人生の航路はいつでも描き直せる。東京駅の明かりはそんな希望を照らしてくれています。皆様、新宿駅に到着いたしました。ここから緑の空間新宿御苑へと向かいます。都会の喧騒をすり抜けて歩みを進めると、やがて視界がふっと開け、広大な緑に包まれた庭園が姿を現します。ただいま当機は400年以上の歴史を誇る都心のオアシス、新宿御苑の上空を飛行中でございます。都心とは思えないほど静寂に包まれた緑豊かな庭園です。かつては皇室の庭として親しまれ、今では四季折々の風景が楽しめる憩いの場として世界中から訪れる人々の心を癒しています。春には約1000本の桜が咲き誇り、夏には深い緑と涼やかな風が吹き抜け、秋には黄金色と赤の世界が広がり、まるで自然が都会に舞い降りたかのようです。そして視界の奥、遠くに見える時計台のような先頭を持つ高層ビル。高さ約240メートル、NTT ドコモ代々木ビルが見えております。この風景にさりげなく都市の息吹が溶け込んでいます。緩やかな沿路を歩いていくと、ワーキングプレイスとして使用されるエリアも。芝生に寝転んだり、ベンチに腰掛けたり、ノートパソコンを開いたり、
都会のど真ん中で自然の中にいるという不思議な感覚に包まれます。池の周りには鯉が優雅に泳ぎ、鳥たちのさえずりが響き渡ります。園内の奥、日本最大級の巨木、もみじ葉鈴懸の木がそびえています。その存在感に誰もが立ち止まり、思わず見上げてしまいます。静かに佇む温室へ足を運べば南国の楽園。都会で目にすることのない進化の神秘、虫を捉える不思議な植物たちの姿も。実はかつては農業の研究所でもあり、日本初の国産のイチゴ、福羽イチゴが明治時代にここで生まれた場所でもあるのです。重要文化財に指定されている皇族のための洋館もあり、この庭園にはただの美しさでは語り尽くせない奥深い物語が息づいています。歴史、自然、文化、そして未来への静かな眼差し。心を解き放ち、静かに流れる時間に耳を傾け、ぜひ心と体を緩めてくださいませ。皆様、ただいま当機は東京四谷の上空を旋回中でございます。窓から見えてまいりましたのは、知る人ぞ知る宇宙村。
ここは世界中の隕石を集めた不思議な空間。帰りましょう。願いを込めるならこの隕石を抱えてごらん。そのアドバイスに触れた瞬間、ずしりと伝わる宇宙の重み。店内には数トン級のギベオン隕石をはじめ、世界各地から集められた本物の隕石がずらり。世界一の隕石コレクションを誇るスポットです。その中心にいらっしゃるのが自らを宇宙人と名乗る村長。80代とは思えないポップな風貌の影間八郎さん。その独特なキャラクターはメディアでも話題を呼び、芸能人や海外セレブもひっそり訪れるまさに聖地、地球の穴場です。室内にそっと広がるぬくもりは遠赤外線を放出する隕石の熱。そう、これは宇宙パワーなのです。スマートフォンやパソコン、お財布などに貼れる隕石転写シールも人気のお守りアイテム。宇宙のエネルギーを皆様のそばにぜひ。さらに村長が掲げる願い事10か条。焦らず比べず信じて生きること。愛と恵みの心で他人も自分も大切に。そして今ここに生かされていることへの感謝を忘れない。目的地が地球だけではなく、東京のど真ん中でほんの少し宇宙を感じてみましょう。空を見上げるたび、きっと皆様の中の何かが動き出します。皆様、ご紹介いたしますのは、香港でミシュラン一つ星を獲得した点心専門店、ティム・ホー・ワン新宿サザンテラス店でございます。その思いは本物の味を誰もが楽しめるように。創業者は香港の三つ星レストランリュウリュウ軒で腕を磨いたシェフのマククワイプイとリョンファイキョンです。天津をもっと多くの人に、そんな願いを胸に2009年に立ち上げました。たった20席の小さな店から始まった挑戦は瞬く間に世界中の心をつかみ、世界一リーズナブルなミシュランレストランという称号を手にします。チャーシューバオのほろっと甘く香ばしい生地にじゅわっと広がるうまみ。湯葉の中に閉じ込めたエビの弾力、大根餅やちまきの優しい余韻。ここ新宿で味わうその一皿一皿に、2人の職人の誠実な魂が込められています。皆様、ただいま当機は原宿駅に到着し、表参道の街並みを緩やかに目的地グリーンテラスに向かっております。ご紹介いたしますのは、ここ表参道に誕生したオーガニック野菜ジェラートのお店、エリコ・オサワ・アースレイジェラートでございます。イタリアが誇るジェラートに日本人女性の感性が加わると、ここまで自由で美しくなるのかと驚かされます。手掛けるのは、その腕前は国内外でも高く評価され、数々の受賞歴を持つジェラートマエストロで野菜ソムリエの大沢恵理子さん。2019年ジェラートワールドツアー横浜で日本一に輝いた実力派です。高校卒業後、東京での生活の中で体調を崩し、ひどい肌荒れに悩まされ、療養のため地元宮城県鳴子温泉に戻りました。
地元の野菜と温泉水で3ヶ月で体調が劇的に回復。この経験から開発に目覚めたのです。これがジェラートに？と驚くような味噌や山菜、伝統野菜まで全国の生産者とつながり、日本各地の個性豊かな恵みをそのままジェラートにしました。味だけでなく、その土地の文化や思いを世界へ配信する場所として、この表参道にお店を開いたのです。ジェラートは全12種類。例えばフキノトウと仙台味噌や宮城県産イチジクと山形カシス、ルバーブの豆乳ソルベなど、日本ならではの素材を生かした新しい味の冒険が待っています。素材は無農薬やオーガニック、甘酒、温泉水など体に優しい食材を使い、乳製品を一切使わないビーガンの方にも安心していただけるものも多数ございます。スプーンには植物やお米由来の素材を使用。一口ごとに心と体、そして環境にも優しさを届けます。屋上には土の物語を感じる庭園、ベンチが設けられていて、遠くに明治神宮の森や表参道の風景が広がり、訪れた人々をそっと自然へと導きます。建物自体が一本の木、都市に浮かぶ100年の森をイメージしています。日本全国のブランド野菜をジェラートに詰め、日本の自然と食文化が世界へと飛行です。どうぞ皆様も日本の四季や作り手の思い、未来への優しさが込められた特別なジェラートをお楽しみくださいませ。街を彩るのはルイ・ヴィトン、エルメス、フェンディにスウォッチ、世界のトップブランドが並ぶ表参道の大通りでございます。洗練されたウィンドウに心を奪われながら、ただ歩くだけでも胸の高鳴りが止まりません。視線の先にはガラスの建築美が印象的な表参道ヒルズ。この街の流行と文化を映すもう一つのシンボルです。やがて時が移ろい、同じ道が夜の装いに。照明に浮かぶロレックスやバーバリーのロゴ、大人の街表参道が少しだけ艶を帯びてまいります。昼と夜、2つの顔を持つこの場所の魅力にどうぞゆっくり浸ってくださいませ。主人の帰りを信じて10年もの歳月を待ち続けた中堅8校が見守る渋谷駅に着陸いたしました。この実話はハリウッド映画ハチ、約束の犬としても描かれ、今や日本の象徴として世界中から愛されております。銅像の周りには今日も世界中から訪れた旅人たちが集い、まるで約束の場所のように再会を喜び合っています。そのすぐ先には人がぶつからない奇跡の交差点、世界的に有名な渋谷スクランブル交差点が広がっております。まるで生き物のように波立つ人の流れ。渋谷の街角に佇むのはリゴレットショートヒルズ。東京新丸ビルでご案内したリゴレットのこちらは渋谷スタイルです。
気取らずでもどこかドラマチック、そんな出会いが今日もここに風のように流れています。さらに宮下パーク、空の下の緑に未来の夢を描くように、ドラえもんやパーマンなど日本を代表するアニメのキャラクターたちの姿もご覧いただけます。心をくすぐる少年時代の記憶、渋谷という未来都市の中に温かなあの頃がそっと息づいています。渋谷目黒で朝収穫されたばかりの恵みがその日のうちにテーブルへと届けられるレストラン We Are the Farm にて機内食をご用意しております。あれ開いてないのかな。固定種の野菜食べ、嬉しい。固定種の野菜食べ放題だって。野菜のビュッフェ。こちらは農薬も化学肥料も使わず、最も大切な種からこだわった在来種の野菜たちを育てる数少ないレストランです。すべては自社農園から年間およそ150種類もの野菜をすべて有機栽培でお届けしています。震度富士、異色同源、自然の力をそのまま体へ。ビュッフェに並ぶ野菜たちはまさに命の恵み。そしてこの一皿は皆様自身の健康だけでなく、土を耕す生産者たちへのエールでもあります。デトックスも笑顔も健康への大切な入り口です。楽しく食べて心も体も喜ぶひとときをお過ごしくださいませ。スコップ型のスプーン、ミッキーの手のようなトングに自然と笑顔がこぼれます。旅の終わりに自分の内なる畑にも優しい栄養と感謝を届けてくださいませ。まもなく冬季は東京の旅を終え、静かに着陸いたします。東京をぐるっと巡る空の旅にご搭乗いただき誠にありがとうございました。このひとときが皆様の心のどこかにふわりと残りますように。
またのご利用を心よりお待ちしております。皆様、本日の空の旅にご一緒いただき誠にありがとうございました。愛飛航空88便は静かに本日の物語を閉じようとしております。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用サインが消えるまでどうぞそのままお席にてお待ちくださいませ。上の棚の手荷物は気まぐれな梅雨空のように思いがけず飛び出すことがございます。開閉の際は十分ご注意ください。到着地は湿度も高く、外の空気は少し重たく感じるかもしれません。お帰りの道すがらどうか体調にはくれぐれもお気をつけてお過ごしくださいませ。愛飛航空88便では次回のフライトスケジュールやおすすめの旅先をご案内しております。いいねやチャンネル登録で次の空の旅へのご搭乗がスムーズになります。次の目的地がどこであってもその扉を開く合図になるかもしれません。次回のフライトでお目にかかれますことを心より楽しみにしております。Thank you for flying with IATA Airways. Have a wonderful day wherever you land next. 大切な人へあなたの思いを CA がいきが心を込めてアナウンスいたします。恋人、友人、ご家族、恩師など普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちや励ましの言葉を特別なメッセージとしてお届けしませんか。動画内でアナウンスいたしますので、ご希望の方はコメント欄へ。ジャジャさんへ。最初に出会った日を忘れていません。ジャジャさんの笑顔、やっぱり人柄そのもの。幸せ願い全国を駆け巡り、子供も大人も年配の方もみんながあなたを待っている。そして自然に笑顔咲く夏次への飛行ですね。この旅もあなたのおかげ、感謝です。このフライトが少しでもあなたの心に追い風を届けられたなら、登録と高評価の翼を広げ、次の旅もぜひご搭乗くださいませ。旅プランが愛機よりお知らせいたします。動画内でご紹介しておりますようなイベント、催し物、パーティー、お祝い事、そして心温まるお食事会まで、お客様の大切なひとときを心を込めて企画演出いたします。企画のご相談、お問い合わせは合同会社アイレイ公式ホームページ内お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡くださいませ。皆様のご搭乗をお待ちいたしております。